ちはクラシクスっていうレコード屋の木下と申します。ジャンルはほぼクラシック専門でやってます。店名はですね、ただクラシックにするとちょっとひねりがないなってことで、ラテン語ならひねりがあるだろうということでクラシックスという名前になりました。私の親がクラシックをよく聴いていて、でその頃はもちろん CD のない時代なので、もうレコードオンリーで大量に持ってまして、小さい頃から親にコンサートに連れて行かれてて、もう全然退屈だったんですね。それがある日ちょっと急にビビッときちゃいまして、すごく覚えてるのが2つあって、そのスメタナ四重奏団っていう弦楽四重奏団と、あともう一つはね、リヒテルっていうピアニストですね。この2人の生で聴いてガーンとなって、もう雷が落ちてきて、そこから聴き出したらもうなんか面白くてしょうがないっていう。演奏家ですか、指揮者ですか。これはすごく定番のみんなの入り口って言われてるんですけど、フルト・ベングラーっていう指揮者と、ね、シャフランっていう今でいうロシアのチェリストの、これが良かったですね。そうですね、もうだんだんズブズブと調べがいが妙にあるじゃないですか。クラシックってこう変にアカデミックなとこがあって、でなんか調べていくとちょっと楽しいなっていう感じで、この辺に昔はハーモニーっていうお店があって、おじいさんというか、おじいさんなんですけど、多分もう辞める時は90ぐらいのおじいさんだったんですけどね、そこがすごく老舗で、お客さんが行くとお茶を出すんですけど、私が行っても出てこないんですよ。ベテランの方が行くとお茶が出てくるっていうね、もうそういうなかなか分かりやすいお店で、いやでもなかなか楽しかったです。初めは日本版が安かったんでそれを買ってたんですけど、ハーモニーとかはやっぱり輸入版が多かったんですね。ただ輸入版は単に日本で出てないからみたいな感じで買ってたのが、ある日ちょっとその同じレコードで外国のを買ったら、あれと思って、これはもしかして音が違うんじゃないかっていう、そこからまた変な沼にズブズブと、それも10代だったのかな。 CD はねもう出始めてはいたんですけど、パチパチ言わないなんてすごいんだって思ったんですけど、同じの聴き比べた時にやっぱりあれって思って、その辺がちょっと未だにこうアナログ聴いてるね、そういう病気にかかっちゃった部分だと思うんですけどね。多分すごい極端な意見だと思うんですけど、レコードの方が音がいいというそれだけなんですよね。あんまりだからちょっとかっこいいとか回ってるから楽しいとかそういう部分じゃなくて、もう単にレコードが一番音がいいと思って聴いてるんですよね。音楽的っていう意味ではもう圧倒的にアナログだと思ってるんですよね。音響環境っていうのを切り離せない。これも国内版から輸入版聞いた時の衝撃みたいにして、オーディオもちょっと良くするとあれってなったりするもんですから、危ないんですよねこっちも。ここで売っているものがだいたい1950年代60年代のものがいいんですけど、その辺のレコードと同じ時代の装置がいいっていうね、技術的にもやっぱどんどんアジャストしながら来てると思うんで、やっぱりそういうのは実際はあるとは思うんですよね。ただ面と向かって言われるとね、へーって感じで、いやもう思い込みしかないって感じですね。本当ね、レコードってものがそういうものですからね。一言で言えば趣味が高じてなんですけど、あっちの店やこっちの店でちょっとアルバイト的なことをしたりはしたんですけど、自分でやってみようかなと。開店されたのはいつ？2002年だったと思います。ハーモニーさんっていうその1970年代からされてたところが輸入版っていうのをそこが始めて、輸入版でこうだいぶこう、言い方悪いですけど儲けるような感じで、そこで多分いろんな人たちが始めたの、そういうところが海外でいっぱい買ってきて、それこそ10倍とかでといっても買ってきたのがね、多分100円200円とかで2000円3000円で売って、ものすごいバブルな感じで、その後にね初期版ブームっていうのが来て、それが2000年より前だ、1900年代ぐらいですかね。その初期版ブームっていうのが一段落してちょっと落ち着き始めた頃ですね。長岡哲夫さんが講座されてた。そうですね、多分ね長岡さんが90年ぐらいなのかな。でもねやっぱりその頃って輸入版って珍しくて、長岡さんの紹介してたようなレコードがほいほい手に入るようになったらやっぱり90年代の後の方なんじゃないですかね。その頃はそれこそインターネットとかあんまり普及してなかったんで、メインは海外から直接買ってくるのが多かったですかね。私はねでもそんなにコレクターとかのとこ行かないで、まだ当時ヨーロッパとかレコード屋がすごくいっぱいあって、レコード屋に行くだけで結構美味しいものがゴロゴロしてたんですよね。なんでせっせこ買ってた感じですね。ヨーロッパ多かったですね。もうだからドイツ、フランス、時々ちょっと東のチェコとかそっちの方行ったりとか。
もうコロナになってから一切行ってないです。あと向こうのオークションとかが eBay ってご存知だと思いますけど、活況停止しちゃって、それでもう街のレコードが本当にびっくりするぐらいなくなってっちゃったんですよ。レコードフェスみたいなのまでやってたんですけどね。でもレコードフェスに出てくるレコード屋さん自体がなくなっちゃったりとかして、もうむしろ個人でやってる人とかオークションとか使ってる方がよっぽどコストもかからないでっていう感じですね。今でももうちょっと本の街もちょっと弱ってきちゃって、レコードもね、一時クラシック専門店結構あったんですけど、今多分本当に数軒しかないような状態なんで、昔だとね、本の街とか文化の街とか言ってね、偉そうに言えたんですけど、地下鉄3路線入ってる便利なとこみたいな、そういう感じになっちゃってますね。基本的には初版っていう初めて出たものっていうのを狙ってて、結局大体において初版の音がいいんですよね。その聴き比べるとプレミアもつくんで、商売的にもっていうのもあったりとか。初版とセカンドプレスだとその価値はだいぶ変わってくる。ものによっては異常に価格差がつくような感じですね。基本的にはね、自分が欲しい版か商売になる版かってその2択ですね。これは自分のものだとか言ってしめしめとか言って買ってくると、大体お客さんが欲しがって、だから本当に欲しいものはもうお客さんには絶対見せないようにしてるんですけど多分その風は全く来てないと思ってるんですけども、ただその超レア版とかあるじゃないですか。そういうのが最近のプレスで結構出てたりする。全然そういうの私も全然リサーチしてなかったんで、時々ネットとか見るとそんなのが出てたりするんで、あれこれもしかして微妙にブームなのかなと思ったりはしてます。モノラルでもすごいレア版とか結構復刻とかあったりして、こんなのやってるんだってびっくりしたりしますけどね。多分ね、今オーディオがすごい高いじゃないですか。ダイナミックオーディオとか行くとプレイヤーだけで1000万とか、そういう方が買うのかなと思って私よりも年上の方が多くて、だからもうずっとアナログをやってきた、CD からアナログに来たような方っていうのはそんなにいないですね。私自身と一緒で、もう病気というもう沼から出られない感じですね。もうずっと後退してるんですけどね、もうそもそもアナログってものがね、私はずっと後ろ向きなものだと思ってるんで、一つはその初期版ブームっていうのが私が始めてからもうほどなくして、これも結構仕掛けた人がいると思うんですけど、初めアメリカの初期版から次イギリスに移ってフランス版ブームがあって、でそこら辺で次はどうするんだっていう時にもう見つけあぐねて、スイスだのなんだの変なのを紹介しだしたら、もうさすがにコレクターの方がついていかなくなっちゃって終焉したっていうような感じです。2000年代に大体そんな感じで、それからは本当にスタンダードにフルトベングラーとかそういうものとレア版と私の好きな初版を売るような感じで、だからだんだんその辺からだから逆に言うと店のカラーが出てきたのかもしれないですけどね。やっぱり2000年代の終わりぐらいインターネットが急速に発達して、ものすごいインターネット上に情報がいっぱい氾濫して、それこそ私より詳しくなっちゃったような人が来るようになったっていうのはお店を始めてからの変遷というか違いが、そこはすごく大きいですね。だからもう私がおすすめとかいうのは全く意味がないという、もう本当にあれを探してるこれを探してるっていうような感じになっちゃってますね。これから木戸瀬さんにクラシピスさんの店内を簡単にご紹介いただきたい。こちら、これとこちら、この2台がトーレンスというスイスの元オルゴールメーカーが作った初めてじゃないんだ古い LP プレイヤーで、3台古いプレイヤーっていうのがあって、トーレンスとあとはガラードとあと EMT っていう、その3つが古いので、そのうちの1つで、主に視聴用で使われてるんですか？両方に使ってて、こちらがですねステレオ専用で、こちらがモノラル用というふうにもう分けちゃって。トーレンスを選ばれたこだわりというのは、トーレンスの方がガラッドとか EMT に比べるとちょっと響きが乗るので、ちょっとクラシックを聴くには心地いいというか、平たく言うといい音かなと思ったということですね。これはですね、ピエール・クレマンというフランスの放送局で使ってた、ラジオフランスで使ってたプレイヤーで、非常に面白いプレイヤーで、音も個性的で、決してハイファイではないんですけれども、フランス版なんか聞くと風情のある音がします。すごいいい加減ちゃんとしてない、でもすごくフランステイストになるっていう感じですね。一時ちょっとブームになって日本にいっぱい入ってきたんですけど、放送局で使ってたのがメインなんで数はそんなにないものですね。
はい、こちらマランツの8というオードアンプですね。未だに使ってる方いっぱいいると思います。いろいろ使ったり、もうちょっと趣味で自分で作ったりもしたんですけど、結局巨人大砲卵焼きには勝てないなっていうのを悟りまして、本当にもう負けましたって感じで、これね、ちょっとオーディオもちょっと成り行きで販売してて、イギリスの楕円型スピーカーっていうものですね。楕円型の方がなんかいろいろ特性がいいとかなんかいろいろ言われてるんですけど、穴が開けにくいんで結局廃れちゃったんですけどね。一応販売してるんです、こちら。これはもうちょっとちゃんとブランドがね、グッドマンって言って入ってて、これはアキシオムっていう名スピーカーを作った会社のものなんですね。アキシオム80っていうのはもう名機中の名機と言われてるんですけどね。そういう会社の楕円スピーカーです。こちらが新着で室内楽で、この辺ピアノ、その他もろもろとかそういう感じで分けております。基本的にはちょっとお高めのものと、あとジャケットがいいものという感じで選んでるんですけど、これがレフコビッツというバイオリンで大変お高がございます。ちょっとレア版といい演奏をちょっと兼ね備えているようなちょっと憎たらしいレコードですね。あとはこの、ゾウのババールっていうベルギーの誰でしたっけ、ブリュノフという絵本作家が、書いた本にプーランクという作曲家がこう曲をつけて、でこれはプーランクは実際にピアノも弾いてというそういう版ですね。こちらはミオというやっぱりプーランクの仲間の作曲家なんですけど、フランスのこれブラジルの地図なんですけどね、ブラジルにカミュー・クローデルってロダンの愛人のその人の弟かお兄さんがブラジル大使で行く時にカバン持ちでついてったんですけど、ついてった時にブラジル行ってもうサンバとかノリノリで気に入ってバンバンそういう曲を書いたうちの一環でございますね。ふざけたというか現代テイストであるんですけど、一応ちゃんとクラシックではありますね。こちら杉原ゆりさんっていう作家の方でちょっと偶然知り合いになって、それでいろいろ置かせてもらって、こちらは両方とも手書きのものなんですけれども、はい、グッズをちょっと置かせていただいているような形で、はい。こちらはですね、ポーランドの作家さんの猫とレコードってこうぴったりきちゃったんで何枚か買って額装したような感じですね。はい、こちらはねピカソのもので、これはねお客さんが置いてったものでお預かりしてるような感じで、クラシックのレーベルでジャケット書いてるのあります？もういっぱいありますね。そのサティとかの絵とかが多いですけどね。でこちらは、ちょっとロシアの演奏家で、こちらがソフロニツキーというピアニストの若い頃で、こちらはネイガーズという、これは非常に私の好きなピアニストで、ブーニンのおじいさんなんですけどね。こちらはですねベルジュビロビッチっていうすごく長いチェリストのその古い写真で、チャイコフスキーと大体同じぐらいの時代の人ですね。はい、こちらがさっき言ったシャフランってね、私のちょっとビビビッときた人の一人で、その下のこちらはソコロフと言いまして、今70ちょいちょいなんですけども、今生きてる方の中ではちょっと飛び抜けてるかなと個人的には思っております。はい、こちらはね2枚は、高橋恭二さんっていう写真家の方で、たまたま縁があって売っていただいたというそういう写真になってございます。これはねグルジアのもうちょっと多分廃墟になりかかってるような祭壇なんですよね。戦争とかも多かったところなので、ちょっとそういう雰囲気が出てる感じの写真です。こちらは箱物と、ちょっと音楽関係の書籍を置いてるような感じで、今見つつちょっと変なやつが見えてますね。これはバルトークの弦楽四重奏というね、これも私の好きなもので、これはハンガリー版の、バルトークってハンガリーの作曲家なんですよね。そのハンガリーでなかなか熱い演奏をするタートライ四重奏団という人たちの、これもなかなか好きなレコードでございます。現代曲ってあんまり基本的には人気なくて、ここで結構好きで現代曲よく聴いてるんですけども、本当嫌がるお客さんが多いんです。ここも本当に音楽関係のものをちょろちょろっと集めたっていうぐらいで、一冊、じゃあちょっと手近なのでいいですか。これカザルスっていうチェリスト界の巨人と言われてる、この人がいなかったら今のチェロ界はなかったんじゃないかっていう方の紹介なんですけど、なかなか中もこんな感じでかっこいい写真があったりとか、電気っていうか軽く紹介ぐらいで、どちらかっていうと写真集なんですかね。
他のお店ではとてもできないことなんですけど、やっぱり日本版がものすごいいっぱい生産されて、今も市中に大量にあるんで、これをちょっと買ってもらえるような土壌は作った方がいいのかなって。そうすると多分入りやすいと思うんですよね。日本版の音はあれっていう私は思うところがあって、日本版はほとんど扱ってないんですけど、でもやっぱり入り口としてはすごくいいと思うんで、そこはうまくもっと使えるようになるといいなとは思ってるんですけど、始めた人が気楽に本当100円で何十枚も初めのうちは買った方が楽しいじゃないですか。そういう文化ができると、それはそれでいいのかなとは思いますね。昔はもう本当に学者さんとか評論家さんとかが裏にすごい詳しい解説書いてたりするんで、結構そういうのはすごい今でも貴重だなと思うんですけどね。本当にもっと楽しむ人が増えるといいですね。20代とかだとね、コストの面もあるんですけど、30、40の方でね、敷居はクラシックって多分高い、実際に高いんですけど、高いけど入ってきてほしいっていうのはありますね。これはから説明しますとですね、このカートリッジがですね、そもそもアームがまっすぐなんですけども、とにかく角度つけなきゃいけないじゃないですか。この角度をですね、このカートリッジの先っちょだけでつけてるっていうね、もう非常にふざけた、もうバカにしてるのかっていう、ここですね、先っぽだけ斜めにしてこう済まそうというね、非常にふざけた。でもう一つふざけてるのがですね、ここのアームに角度がついてるじゃないですか。角度をつけておきながら、ここでほんのちょっとだけ角度を戻すというね、すごい馬鹿げたことやって、なんでこんなことする必要があるんだというね。もうこの微妙なフランジの厚さが違う。いや、これは使わなくて全然いいんですけどね。これだけでもすごいふざけてるんですけど、これがですね、ここのね、アームリフター、これがアームリフターになってるんですよ。これがアームリフターになって、しかもスタートが自動でスタートするんですよね。そう、これがね、水銀スイッチって言って、電極の中に水銀が入ってて、傾くと水銀が当たってオンになるっていうね。もう本当にね、こんなアームリフターひどいでしょ、本当に。さらにね、この辺でね、一番内側でもちょっと内側がいかないでしょ。一番内側に行くと自動でカチャって止まる機械式で、もうちょっと日本人の合理性からするとちょっと考えられないという。でこうやって上げて戻すというような、こういう感じで本当に楽しい感じのフランス人らしいいい加減な。それで音結構悪くないでしょ。そういう意味でも楽しいっていうね。なんかかけるとなんかそんな気にさせるという、そういうもう大体全部思い込みなんで、いやもう気持ちが大事ですからね。もう